世界シェアナンバーワン。今ですね、世界中で NVIDIA の株価が歴史的な爆投を見せていて、AI のニュースを見ない日はありませんよね。リスナーのあなたも日々のビジネスや投資の文脈で、この凄まじい AI 半導体の需要については追いかけていると思います。もう本当に毎日どこかで AI の話題が出ていますからね。今回の深掘りのテーマは、この AI ブームの真の黒幕ともいえる存在、株式会社アドバンテストです。よろしくお願いします。今回手元にある最新の決算データや複数のアナリストレポート、そして企業の IR 資料を総合していくとですね、非常にクリアで、そして正直に言うと少し恐ろしいほどの市場支配の構図が見えてきます。恐ろしいほど？はい。今回の私たちのミッションは、アドバンテストがなぜこれほどまでに絶対的な強さを持っているのか、その強さの源泉を客観的に解き明かすことです。そして製造業の常識を完全に服している異次元の財務状況、さらには完璧に見えるこのシナリオの裏で、投資家が絶対に知っておくべき致命的なリスクまでをフラットな視点で徹底的に分析していくことですね。いや、本当に興味深いテーマです。まずは彼らが築き上げている最強の経済的な堀、いわゆるモートについて見ていきたいんですが、データを見てちょっと驚いたのが、アドバンテストは半導体自動テスト装置、つまり ATE 市場全体ですでに約 58% ものシェアを握っているんですよね。過半数を超えています。しかも最先端のハイエンド領域に絞ると、アメリカの競合であるテラダインと合わせて、なんと市場の約 90% を支配しているんです。今のこの技術競争が激しい時代に、2社で 90% のグローバル複戦体制って、これちょっと異常な数字じゃないですか？そうですね。圧倒的と言っていいと思います。なぜなんですかね。もっと安価なテスト装置を作るスタートアップとかが参入して価格破壊を起こせないんでしょうか？そこなんですよね。ここで非常に興味深いのは、一見すると不思議に思えるその参入障壁の正体なんです。この半導体テスターというのは、私たちが想像するような単なる測定器ではないんですよ。単なる測定器ではないというと？実は100万点を超える部品で構成されている超精密なシステムなんです。ですから、ハードウェアの設計だけでも新規参入は極めて困難なんですが、彼らの真の参入障壁、絶対的な堀というのは、ハードウェアそのものにはないんです。ハードウェアじゃないんですか？はい。最大の障壁は、顧客をがんじがらめにしているソフトウェアのエコシステムの存在ですね。いわゆるソフトウェアも罠によるロックインです。ソフトウェアの罠ですか？これよくある例えだと、スマホの OS を乗り換えるのがめんどくさいみたいな話になりがちですけど。その感覚に近いですが、規模が全く違います。ですよね。アドバンテストの主力プラットフォームである V9300 なんかを使っている顧客が直面している状況ってそんなレベルじゃないですよね。例えるなら巨大なグローバル企業が社内の基幹システムをすべて AWS で構築しきっている状態で、10年に一度の巨大プロジェクトのローンチ直前に、やっぱり今日からオンプレミスの自社サーバーに全部移行しますと言い出すようなものじゃないですか。まさにその例えが的確ですね。切り替えコストが天文学的というか、もはやビジネス上の自殺行為に近いんです。半導体メーカーはこれまで何年何十年とかけて蓄積してきたテストプログラムという莫大なコード資産を保有しています。莫大なコード資産。なるほど。はい。さらにそれを他社製に書き換えるとなれば、数年単位の時間と巨額の資金が伴います。ただ半導体メーカーにとっての本当の恐怖は、コストの増加そのものではないんです。コストじゃないとすると何が一番の恐怖なんですか？テスターを変えるイコール市場投入が遅れるということです。これが半導体メーカーにとって致命的なリスクをもたらします。最新チップの市場投入が数ヶ月遅れるだけでシェアを完全に奪われる世界ですからね。なるほど。NVIDIA や AMD が数ヶ月の遅れを取ったら一瞬で覇権を奪われる。何十億円ケチって何兆円の市場シェアを失うわけにはいかない。だからこそ顧客は乗り換えることができないと。そういうことです。この切り替えリスクの高さが同社の強固な堀となっています。でもここからが本当に面白いところだと思うんですが、アドバンテストはただ乗り換えコストが高いからうちの装置を使い続けろというような受動的で傲慢な商売をしているわけじゃないんですよね。資料を読み込んでいると、シフトレフト戦略
という言葉が何度も出てきます。はい。そこが彼らのビジネスモデルの最も洗練されている部分です。アドバンテストは単なる装置の販売業者ではなくなっています。昔の半導体テストって製造工程の一番最後に待ち構えていて、不良品は捨てて良品だけを出荷するというただの乾燥のような役割でしたよね。ええ。かつてはそうでした。しかし今のシフトレフト戦略では、テストの工程を左側、つまり半導体の初期の設計段階まで前倒しにしているんです。設計段階から入り込むんですか？そうなんです。アドバンテストのエンジニアが設計段階から顧客と共同でテスト手法を開発していく。そしてテストに得られた膨大なデータを設計や製造プロセスにフィードバックするんです。なるほど。設計から製造までのループを作っていると。それで結果としてどうなるんですか？これが製造工程のホルマリ、つまり良品率の向上に直結します。ソース内のデータによると、このアプローチによってホルマリを 5% から 12% も向上させたという事実が報告されています。ちょっと待ってください。5% から 12% の良品率アップってとんでもない価値ですよね。最先端の AI チップなんて1枚何百万円もする世界ですから、それがホルマリで 10% 多く取れるようになったら、顧客の利益にダイレクトに跳ね返る。まさにその通りです。だからこそ、アドバンテストは顧客の製造プロセスに深く入り込み、不可欠なパートナーとしての強力な信頼関係を生み出しているんです。設計段階から入り込んで、しかもホルマリまで劇的に上げてくれるパートナーだとしたら、そりゃ別の安いテスタに変えようなんてこっちが避けても言えなくなりますよね。製造プロセスそのものと一体化しているわけですね。ええ、これをより大きな視点と結びつけると、現在の AI 特殊において、彼らが圧倒的な恩恵を受けることができる理由が見えてきます。AI 特殊の話が出たので、まさにそこを深掘りしたいんですが、今 AI サーバーに絶対に欠かせないと言われる HBM、交代液メモリーですね。この HBM 向けのテスタ市場でアドバンテストは約 60% から 70% という驚異的なシェアを掌握していますよね。はい。先端メモリ市場で完全に独走状態です。NVIDIA の GPU には必ずこの HBM がセットで搭載されるので、AI ブームのど真ん中にいるのは間違いないんですが、ただ単にチップがたくさん作られているからテスタもたくさん売れているという単純な話ではないというのがポイントですよね。その通りです。ここでインテンシティ、つまりテストの強度という概念を解説させてください。インテンシティですか？はい。リスナーの皆さんも半導体業界のニュースを見ていると、どうしても出荷数とかボリュームに目が行きがちだと思います。しかし、半導体が 3D 錯綜などで複雑化するほど、実はテスト回数が増え、テスト時間が長期化するんです。なるほど。層を重ねれば重ねるほど、もし最後で不良品が見つかったら、積み上げた高価なチップを丸ごと捨てなきゃいけないってことですね。ええ。デバイスが複雑になればなるほど、チップ1個あたりのテスト時間が長くなります。これがインテンシティの上昇です。つまり、半導体全体の出荷ボリュームがそこまで爆発的に増えなくても、チップが高度化してテストの複雑さが増えるだけで、テスタの稼働時間が伸びるわけですね。そういうことです。これがアドバンテストにとって単なる出荷損の増加以上により多くの受注と単価上昇をもたらす魔法の追い風になっているんです。出荷個数に依存せずに技術が進化するだけで売り上げが勝手に掛け算で増えていく構造なんですね。実際その業績へのインパクトはすごいです。手元にある2026年3月期第3四半期の累計データ、これちょっとリスナーのあなたにも共有したいんですが、はい、驚異的な数字が出ていますね。売上高が8005億円で前年同期比 46.3% 増、そして営業利益が3460億円でなんと 110.8% 増ですよ。前年から利益が2倍以上ってちょっとすごすぎませんか？2024年度、つまり2025年3月期の通期見通しでも売上利益ともに過去最高を達成する見込みとなっています。つまりこれってどういうことなんでしょう。第3四半期の営業利益率を見ても 41.5% という異常な数字を叩き出しています。ハードウェアを作っている製造業として利益率 40% 超えって極めて異常だと思うんですが。おっしゃる通り、製造業としては極めて高い収益性です。
この異次元の収益力は、先ほどのインテンシティの上昇による高単価モデルの販売増に加えて、ソフトウェアや保守サービスという利益率の高い継続的な収入基盤があるからこそ実現できているんです。高単価なハードを売った後に利益の高い継続収入が乗っかってくるから、全体の利益率が 40% を超えてくるわけですね。そして投資家として注目すべきなのが、彼らがこの潤沢なキャッシュをどう使っているかという点です。攻めの還元姿勢ですね。中期経営計画 MTP3 の資料を見るとかなりアグレッシブですよね。アドバンテストは、総還元成功 50% 以上という非常に高い目標を掲げています。配当に関しても、1株当たり通期30円を最低限とする安定的継続的な方針を打ち出していて、現在5年連続で増配を実施中です。5年連続の増配、素晴らしいですね。さらに第3四半期単体で715億円ものフリーキャッシュフローを創出していまして、この潤沢な資金を背景に1500億円規模の機動的な自社株買いを行っています。1500億円の自社株買いですか？これアメリカのテック企業の話と比べるとすごく対照的で健全ですよね。米国テック企業だと株式報酬 SBC でどんどん株が希薄化していくことが多いじゃないですか。それに対してアドバンテストは、稼いだ現金をしっかりと自社株の買い戻しに充てることで市場に出回る株数を減らし、1株当たりの価値を高める有効な戦略をとっています。非常に健全な財務状況と言えますね。利益率 40% 超えでインテンシティの恩恵で成長も止まらず、株主還元もバッチリ。いやー、完璧なシナリオに見えます。でもここから少しトーンを変えましょう。リスナーのあなたも投資の世界に絶対はないことはご存知のはずです。そうですね。リスク分析は欠かせません。完璧に見えるシナリオの裏に潜むリスク。日本株投資家への警告サイン、いわゆるベアケースについて目を向けてみたいと思います。この強気シナリオが崩れる仮説崩壊のトリガーとしては何が考えられますか？客観的に分析すると、大きく3つのトリガー、警告サインがあります。まず1つ目は、中国市場への依存度と地政学リスクです。中国市場ですか？具体的にはどのくらいの割合なんでしょうか？直近の第3四半期のデータで、中国市場での売上が1154億円に達しおり、全体の 40% 以上を占めています。売上の4割以上が中国ってかなり偏っていますね。現状は、レガシープロセス向けの半導体の中国国内での内製化需要に大きく支えられている状態です。もちろん我々はここで政治的な良し悪しや立場を取るつもりは一切ありませんが、事実としてこれだけ売上比重が高いと、米中対立による輸出規制の強化など地政学リスクに極めて敏感な構造であることは冷静に認識しておく必要があります。なるほど。ルール変更一つで 40% の売上が大きく揺さぶられるリスクを常に抱えているわけですね。では2つ目のリスクは何でしょうか？2つ目は特需の反動、つまり在庫消化、ダイジェスチョンの局面が訪れるリスクです。ダイジェスション。みんな AI 投資はずっと続くって熱狂していますが、いずれ落ち着くということですか？先ほど半導体が複雑化する初期段階だからこそテストインテンシティが上がり、テスタがたくさん売れるというお話をしましたよね。ホルモ盛りが低いから細かくテストするって話でした。しかし AI 投資が一巡し、顧客の製造プロセスが成熟して効率よくチップが作れるようになれば、テストにかかる時間は短縮されます。そうすると顧客は新たなテスタの導入を一時的に控えるようになります。これが在庫消化直面です。シフトレフト戦略で顧客のホルモ盛りを改善してあげればあげるほど、皮肉なことにテストの効率が良くなって追加のテスタを買う必要がなくなってくるんですね。まさにその通りです。実は過去にも2018年から2019年にかけてスマートフォン向けの需要などで同様の在庫消化局面が発生し、業績が急減速した歴史があるんです。過去にもそういう波があったと。いつか必ず波が引くタイミングが来るということですね。では最後の3つ目のリスクは？3つ目はバリュエーションの過熱とテスタ市場の競争環境についてです。バリュエーション、株価の割高感ですね。現在のアドバンテストの PAR、株価収益率はおよそ60倍から65倍という水準に達しています。これは歴史的な平均値である15倍から20倍を大きく上回っています。60倍ですか。将来の成長をすでに相当な程度織り込んでいる状態ですね。さらに競合との比較も重要です。ライバルのテラダインは大手テック企業が自社開発するカスタム ASIC 市場で約 50% のシェアを持っています。
さらに彼らは共同ロボット事業という非半導体セグメントを持っていてリスクを分散しているんです。別の事業の柱があるんですね。一方でアドバンテストは純粋に半導体テスト ATE 特化型です。だからこそ驚異的な利益率を叩き出せるのですが、裏を返せば AI 特許の持続性のみに時価総額の大部分が依存しているという脆弱性があります。もし AI ブームが少しでも足踏みしたり、さっきの消化局面が来たりすれば、この60倍というプレミアムな期待値が一気に剥がれ落ちてしまうリスクがあるということですね。そういうことです。この脆弱性は比較分析として押さえておくべきポイントですね。なるほど。今回の深掘り、本当に多くの視点が得られました。全体の議論を振り返ると、アドバンテストは単なるハードウェアベンダーから半導体の信頼性を保証する社会インフラ企業へと進化していることがよくわかります。まさに100年企業への航路を進んでいますね。はい。AI の進化に終わりがないのであれば、この企業の独創もまだ序章に過ぎないのかもしれません。しかし、リスナーのあなたも地政学リスクや消化局面を冷静に見極め、投資としての出口戦略、利益確定の準備だけは忘れないようにしてくださいね。そうですね。ただ最後にもう一つだけ。これは非常に重要な問題を提起しているんですが、リスナーの皆さんに考えていただきたい視点があります。何でしょうか。今回のソースの中にこれまで触れてこなかった興味深い記述がありました。アドバンテストクラウドソリューション、通称 ACS やサイコニックによるデータ連携という新しいソリューションについてです。データ連携ですか。はい。これまでのテスト装置の枠を超えて、製造から設計までのフィードバックループを構築するオートメーションオブテストという概念が行き着く先について考えてみてください。オートメーションオブテスト。もしアドバンテストの真の狙いが単に利益率の高いテスト装置を売ることではなく、世界中のあらゆる最先端半導体のテストデータを独占するプラットフォーマーになることだとしたらどうでしょう。テストデータを独占するプラットフォーマー、つまりただのハードウェア企業じゃなくなるってことですか？その通りです。ハードウェア企業から AI 時代の不可欠なソフトウェア、データ独占企業への変貌かもしれません。彼らはすでに次の一手を打っているのです。あなたはどう考えますか？データプラットフォームのモートまで築こうとしているとすれば、とんでもないスケールの覇権争いですね。テストデータを握る者が次世代チップの開発そのものを支配するかもしれない AI ブームの裏側で静かに進行しているこの進化。これからも絶対に目が離せません。それでは今回の深掘りはこの辺で。ぜひあなた自身のビジネスや投資の視点と照らし合わせながら、この強大な黒幕の次の一手について考えてみてくださいね。投資解説は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終判断は必ずご自身の責任で行ってください。もしこの動画が面白かった、ためになったと思ったらぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。今日もありがとうございました。気になる銘柄があればぜひコメントで教えてください。